こんにちは。ついで疲れて休憩してる時にこのちゃんぽん食ったら美味しいんですよなぜか。この上で温かいご飯食べる最高ですよ。船に乗ってその運転席に座った時点で、うわ、顔色の変わって全然人間の違うっていうふうに。普通の人はこう広ぐんでしょ。飛ばしたらゴミが広がるよ、これで。以前はじゃあ朝のお掃除ご主人がされてたんですね。そう、ほとんどそう。大将はこのイブをされる前は何をされてたんですか？散髪屋さん。まずデッチさんの時にはもう掃除から、もう掃き掃除から拭き掃除から。かみさん、毎朝この時間から仕込みとかされてるんですか？そうですね、もう今の時間帯はもうほとんど準備の。このイブさんはもう何年ぐらいになるんですか？もうね、この間言ってたんだけど、は50年近くなってるんですよ。い、もうじゃあ考えてみたら半世紀。本当ですか。おかみさんがおいくつぐらいの時に20いくつかな。だからそういうのとも考えたらいいようになってきたなキャベツは1日これ何玉ぐらい使うんですか？もうピークの時は一箱はきれいに使うけど、ああれよりもちっちゃい玉で8個ぐらい。そげん使うんですね、お米は1日どれぐらい炊かれるんですか？だいたい2升分後ぐらい炊いて、で足らない時はまた追い炊き見てどれくらい足りらんかっていうのを前もって分かって、でそれから炊いてます。そうなんですね。イブさんの歴史ですけど、どういう形で始まったんですか？最初は喫茶店。喫茶店。私じゃなくて主人の妹夫婦が始めたんですよ。クリスマスイブの日に開店してるので、イブっていう名前でつけてて、それをそのまんまちゃんぽん屋の方にも引き継ごうかっていうことで。妹って言っても私と同級生なんだけどね。はいはい。私そういうけんか同級生の兄ちゃんと結婚したそうなんですね。高校生の時に気づいたとかな。友達のお兄ちゃんだった。そう仕事に行きだして、私が京都の都ホテルの列車部っていうのがあるんですよ。でその当時はかもめ車内販売食堂車がついてたんで、食堂のウェーターをしてたりとか。だから高校卒業して3年ぐらい勤めたのかな、でその頃主人とちょうど付き合い出したんで、それからもう辞めてここの店に手伝いに。ただその都ホテルに行ってて、帰りが長崎に着くのが7時半ぐらいに着いたのかな。終わって帰るのが8時ぐらいだから、でその頃連絡入れて迎えに来て、車持ってたんで、迎えに来てって言って確かに呼び出した時にあったのかな。今で言えば足井君本当足井君でした。
でもそう考えたら大将はおかみさんにもうその時点で惚れてたんだね。どうでしょうね。いやーそうでしょう。主人の朝ごはんをちょっと準備して部屋の方まで持っていかんとか、デイケアに行く時はちょっと早めに作っとかんとああそっかそっか。迎えがあるけんで。ご主人が足がご不自由になった時、もういつぐらい前ですかね。2年前。はい。並んどる。大将好き嫌いはないんですか。いやない。もう何でも出されるものは何でも食べる。まあ癌になって抗がん剤治療が専門となって、もう食欲がなくては体重がごそって落ちて、はいこれではダメだと思って結局喉とかなんとかもやられてるからいはい。飲み込めないっていうことあで、でもうゼリー状みたいなのをあ買ってきて、で朝昼晩それをずっと続けたんですよ。はいほいだらね、次の抗がん剤打つ時1ヶ月後でね、その時はもう結構戻ってましたもんね。本当ですか。うんご主人おかみさんから見てどんな方ですか。一口で言えば優しいのが大きいかな。でももうおかげでうん息子もね後を継いでくれてるし、うん。よかったよかったって言いながら。おはようございます。おはようございはい、おます。疲れ様です。はい息子さん、吉信さん、はい。今7時半過ぎたところなんですけど、先ほど戻ってこられて、手渡しを今してまして、はい。それでお客さんに今渡してきたばっかり。あ、そうなんですね。はだいたい多い時だったら1日に何人ぐらいを運ばれるんですか。そうですね。30人いるかないぐらいですかね。ああ、そんないらっしゃるんですね。 25人とか。まあ海のがしけなければずっと渡してる感じですかね。あとはまあお客さんがいる時はですね。吉信さんにとってはい大将、お父様、はい。どんな方ですか。そうですね。やっぱり昔からも一人で何でもかんでもしてたんで、もう手渡ししたり、その配達だったりですね、してたんで、やっぱり、すごい人やなっていうのはありますね。お子さん何人いらっしゃるんですかね。 4人います。長男を4つで亡くしたんで、あ、次男坊がその生まれ変わりで1年後に生まれたの。が吉信さん。そうでまだその子が売り2つでね、死んだ兄ちゃんと売り2つやったと出てきた時だからもうその当時の脱力感といったら村も人なかった。それでもう私らもショックだったけど、主人が一番、ショックのこと。まあでもね、これもすいませんね。運命仕方ない、って思いながら。吉信さんもね、すごい頑張ってらっしゃる、すごいなと思う。そう、だからね、子供も息子もいろいろ考えて。お父さんお母さんの背中見てらっしゃったんですね、きっとね。ね、おかげでいい子供たちに育ちました。ほだくっとったけど親はこれはね、そのまま食べたら握って食べた方が美味しかった。これは何ですか。しきみかまぼっこいってね。しきみかまぼこ、これ、あ、そうですか。ああ。しきみかまぼこはそうやって食パンとかに挟んでもいけるんですね。美味しいですよ。
違う食感やっけ。パンの方にも味はついてはいるけど、おいかまぼこ自体の味の独特な味があるけど、おかみさんのうん、しきみの好きなところってどういうところですか？自然がいっぱい、人情味があるところ、うんそうね、そういうところがいいのかな。ただ人口的に減ってきてるけんね。よいしょ。これは何の具材になるんですか？ちゃんぽんとか皿うどんとか、おあと焼きそばとか、そういうふうな中華の方の材料です。スープをつけとこうかな。これは作られたんですか？孫が作ってくれました。おいくつのお孫さん？今もう高校生。あうん。小学校の時にね、終わった時は閉まってました。かわいい。そうなんだ。持ってくることは OK です。買うの。はい。こちら長崎県にはなぜ来られたんですか？ We came for vacation. Vacation. We were it's a moment. We were planning to go along the coast, and we look in Google Maps for good restaurants. We had champon and udon several times. 7 times。お待たせしました。ありがとビッグサイズ。う。Yeah. The barrage is good. Really good. Mm-hmm. Très très bon. Very good. ミキさんははいもうお手伝いされるようになってどれぐらいなんですか？ 30年以上、もう小学生の時からずっと手伝ってるから、ちっちゃい時から。だからもう学校帰ってきてはい。遊びに行ったとしても、もう5時から手伝いみたいな感じで。だからその時あったこととかいろいろこう絶対こう話してるみたいな。常にそうこれがあってさ、高校でさとかっていう。そういうコミュニケーションは全然取れてたわけでしょ？全然もあうみんな普通に喋ってました。親子であるけど友達みたいな感覚。いい関係ですよね。本当。ねねえ、仲良しは仲良しかもしれない。そうなんですね。は兄弟喧嘩とか。あ、兄弟喧嘩は、バリバリねそうしてたね。するけど気づいたら仲直りそう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 。あーそんなね長引くような喧嘩じゃないもんね。うんほとんどもうその場で終わっちゃうような関係あが。
はいはいすいませんね、失礼します。すいませんね。あ、いえ、ちゃんぽん2杯。ちゃんぽん2杯ね。ちゃんとコシがあって。いつもは焼きそばを頼むんですけど、かシーフードちゃん。どっちかですね。今日はちょっとラーメンな気分だった。すいませんね。ちゃんぽんですね。値段も安いし、いっぱいイカもエビも入ってるし、本当美味しいです。美味しいですね。一は絶対来てると思います。いつもこの席で。そうなんだ。前磯でも食べたことあるそうです。磯では何を召し上がられたんですか。いや、ちゃんぽんですよ。こちらの精に行く時はもうやっぱりこれが一つの楽しみでした。頼んでて、そしたら精に着いた頃ちょうど麺が固めに結局で配達しますので。背に配達してもらう時はそうです。その配達時間がでしょ。はやっぱり釣りながら熱いのが食べられるとは最高ですよ。磯では。弁当が3。次のお客さんのちゃんぽんはさっとあげて伸びないように。トマプラス2ぐらいで。ちゃんぽんを配達っていうのがないので、やっぱ珍しいのがそういうのに喜ばれてますね。こんにちは。あれ？ありがとうございます。こんにちは。こちらよく利用されるんですか。この人はよく聞きます。これよくこのサービス利用されるんですか。そうですね。来たら必ずその上で温かいご飯食べる最高ですよ。こんな感じなんですよ。
もう20年前から自分通ってますけど、その頃からありますね。今息子さんがされてるんですけど、お父様がされてる頃からじゃあご存知だったんですか？そうですね。ついで疲れて休憩してる時にこのちゃんぽん食ったら美味しいんですよ。なぜか寒い時最高です。ね。最高なんです。具材も結構いろいろ入ってるんですよ。もうイカとかこれ、この豚肉とか、はいはいキクラゲ、結構ね野菜も豊富なんですよ。まあやっぱうまいですよ。庶民的な味です。薄くなく濃ゆくもないんです。何回食べても飽きない味ですね。弁当とか配達してくる都線はあるんですけど、この食堂で作ったこのちゃんぽんとかを配達する都線屋さんはここだけと思うんですよね、日本で。お客さんも何度か召し上がられたことあるんですか？ありますよ。あ、そうなんですね。やっぱりなんかこういう環境で食べれるって最高ですよね。ちなみにお二人の本日の朝課はいかがでしょうか？今日今のところパッとしないです、まだ。まだ。だからちゃんぽん食べて今こう荷物片付けたんですよ。はい。背代わりです。背代わり。釣りの場所を変更して今からの船に乗って乗せてもらってもう一回もう別のところでそれもできるんですよね。ちゃんぽんのタイミングで。なるほど。美味しかったですよ。もうスープまで全部最高です。そしたら頑張ってください。ありがとうございました。どうも頑張って。うまい。よく召し上がられるんですか？ここでは食べないです。海の上で。釣りで、磯に送っていただきますよね。その際にご利用されてるんですか？そうです。やっぱりちゃんぽんでしょうね。磯で食べるのは。そういう時にはちゃんぽんですか？うまいですよね。メンバー一つ。はみ出てます。中華丼、これすごいですね。いつも頼まれるんですか？いつも頼んでます。この量大盛りで頼んでます。会社に出前とかしてもらったんですけど、はいですね。まあ最近頼む人が少なくなって、で1食2食じゃなかなか頼むのも申し訳ないんで、でも価格帯も結構安いんでですよね。はいですね。お味いかがですか？美味しいです。こちらによく来られる理由っていうのはどういったところですか？安い、うまい、早い。これに限ります。大体頼まれるのはチャーハいや、今日はちょっとチャーハンの気分だったので、いつもはシーフードちゃんぽんを頼んでます。いかがですか、ちゃんぽん？あれはもう最高ですね。これ今何召し上がってらっしゃるんですか？中華丼ですね。中華丼。甘いんですよね。そうなんですね。ちょっと初めて食べるから。よく来られるんですか？いや、今年初めてです。どちらからですか？
実は能型です。福岡からじゃあなぜここご存知だったんですか？紹介されて、はい、お客さんから紹介されて、私はもう何回も来たんですけど、むちゃくちゃ美味しいです。今日焼き飯で、はい、もういつもこれで、お値段も安いから助かります。そこ大事ですよね。大事です。焼き飯以外にも召し上がったことはあるんですか？あります。ちゃんぽんとかですね、焼きそばとか、やっぱ美味しいです。はい、どうも。はい。見送りたいが。お見送りたいが。こっち。勢ぞろいしてますね。こうやって配達は今でも行かれてるんですか？挨拶するだけ。昔はご自分で運転されて配達もやっぱ行かれてたんですか？バイクと相手ね。オムライスとスープはありがとうございます。はい、こんにちは。いつも注文されるんですか？そうですね。いつも。いかがですか？安くて美味しいからですね。離れてるんですけど。これを持ってきてもらいますから。お店にも来られたことはありますか？ありますよ。そうですか。ちょっと来てた。そうなんですね。常連で。本当ね、庶民的でいいんですよ。アットホームで。そうなんですね。どうも。はい、どうも。なんかね、こうやって他の人と喋ってる姿見るとやっぱいいねっていう、楽しそうやねっていう顔ね。いや最初はやっぱめげてたんですよ。いやそれが普通ですよ。嫌だって言ってその出るのも嫌だしみたいな。引きこもっとっても何も変わらんしって言って、悪くなるだけやけん、日光に当たっていろんな人に会って今まで通り喋った方が元気ばもらえるやろって言って、デイサービスに行かない日はもう配達に連れて行くっていう。今ねちょっと足がご不自由になられたんで、なかなか配達は行けないかもしれないんですけど、皆さんにご挨拶するだけでもこうやって行かれるっていうのはね、すごいことだなと僕思います。やっぱり楽しか。外に出られるだけでもね。あとおかみさん、いかがですか？おかみさんに何かお言葉ありますか？いや、ただ頭上がらん。そうなんですね。今までご不自由じゃなかった頃は、お船操縦されて、私とか行かれてたじゃないですか。最近もう全く乗られてないんですね。そうですね。もうやっぱ怪我してから船には乗れないっていうのもあるし、運転もできないっていうのもあるから、ちょっと難しいのかなっては言ってたんだけど、去年にデイケアの方が相談し合って、一回船に乗せようっていうことで、皆さんが団結してくれて、みんなで抱えて、要は車椅子をね抱えて 4,5 人で船に乗せて、でそれから運転席まで運んでいただいて、で運転席に乗せていただいた途端に顔色が変わって、もう全然もうしなーってなってた顔がねシャキーンとなってね、もう目の色まで変わってるんですよ。子供たちも言ったんだけど、顔色の変わった、全然違う、商売人の顔になってるって、で言って、
もうハンドル握った、船に乗ってその運転席に座った時点で、うわ、顔色の変わって全然人間の違うっていうふうに、もう顔色といい、顔つきといい、もう笑顔といい、全然今まで見たことないような、もう顔でしたもん。だから「あ、よかったね」って言って、ケアの方たちが手伝ってくれただけでも本当よかったなって思って、私らにとってもよく思い出だし、もう一番もう本人が一番もう満足してるんじゃないかなって思うんですよね。だからそれもアルバムにしてくれて、もう感謝でした本当。お父さんがまだそうやって現役でやってらっしゃった頃は、お二人でされてる映像とかも拝見したんですよ。今お一人じゃないですか。いかがですか？大変じゃないですか？そうですね、やっぱ大変ですね。ただ父親もそれをずっとやってきてたんで、やっぱそれがやっぱりすごいなっていうのは本当ひしひしと感じますね。前からのやっぱ父親がしてた頃のお客さんとかはやっぱりうまいって言ってたんで、で自分もやってみて、もう本当、難しいのが分かるんで、確かにもう言う通りがうまかったんだなっていうのはありますね。どこ？どこ？あ、すみません。2400円になります。とりあえずおか持ちのまま置いときますね。すみません。後で皿下げます。よくイブさん配達お願いされるんですか？そうそう。美味しかけん頼む。美味しくなかったら一度だけね。もう何度も頼むけん。よく頼まれるんですか？そうですね。家族で食べる時とか、ここらで作業する時とか。ちょくちょくお世話になってます。お父さんひげがないっていうのわからない。そうでしょ。なんか全然人相が違う。やっぱ海は大好きですか？やっぱ海の方がお帰りはね。いろんな形でね、ちょっと山あり谷あり大変なところがあったと思うんですけど、大変もあるんだけど、あっという間ですよ本当。もうだからね、50年って本当あっという間です。本当ですか？もう自分でもびっくりするぐらい。もうそれこそ私ももう年が年だから、何年続けられるか分かんないじゃないですか。でそこを考えたら、この状況をそのまま維持できて何年できるかなっていうのがもうそれだけですね、考えるのは。こうやって明るくいつも笑顔でね。もう先は短かったのに。何をおっしゃいますか？楽しくしていく。何をおっしゃいますか？まだまだですよ。いや本当ね、頑張って、もう無理は言いませんけど、頑張れるだけ頑張っていただいてですね、長くイブをちょっと続けていただけたら嬉しいですね。ありがとうございます。